日本でも仕入れたりしてる感じですが、日本で仕入れは1回だけしたことあります。仕入れることできたんですけど、タイにいる期間ってその時によってまちまちですか。なぜコーヒーと古着の組み合わせなんですか。僕がコーヒーも好きだし古着も好きだから、両方好きだからっていうのがありますが、こんにちは、サワディーカ、島田ひかるです。本日はですね、視聴者様からいただいた質問に答えていきたいなと思います。ちなみに今撮っている場所はメゾン建北という場所でして、10月に私がポップアップイベントを開催する場所になってます。詳細は概要欄に貼ってありますので、ぜひご確認ください。今日着ている T シャツはですね、このスミノフの T シャツです。ヴィンテージ T シャツで穴がねちらほら開いてるんだけど、それがまたねヴィンテージらしさを感じられてね、すごくいい味のある一枚になってますね。可愛いでしょう。じゃあ早速質問を答えていこうかなと思います。まず1つ目、飛行機は普段何乗ってますか。はい、飛行機はですね、決まったものはありません。いつもスカイスキャナーっていうサイトを見て、その日の一番安い飛行機を選んでます。で大体多いのはエアアジア、その次はベドジェットエア使って乗り換えて、日本帰るとか、あとはジップエアとかエアジャパンとか、この辺の LCC ですね。基本的に LCC しか乗りません。たまに香港航空とか機内食とかもつくやつの飛行機で一番安かったりもする。そういう時は本当ラッキーっていう気持ちで乗ってます。じゃあ次行こうかな。日本でも仕入れたりしてる感じですが、日本で仕入れは1回だけしたことあります。で仕入れることできたんですけど、それ以降きっぱりとやめてしまいました。理由としてはタイで仕入れる方が面白いから。値段はそこまで変わんないかな。タイで仕入れても日本で仕入れても。でクオリティも結局古着って一点物なんで、その時見つけられるかっていうのは運次第っていうところがあるから、クオリティもどっちもどっちって考えた時にどっちで仕入れる方が楽しいかっていうのを考えて、僕はタイを選んで、そこからずっとタイで仕入れしてます。続いて、タイにいる期間ってその時によってまちまちですか。今は基本的には1ヶ月ぐらいタイにいて、帰ってきて1ヶ月日本にいてみたいなのを繰り返してる感じです。ただね、この最近はですね、ちょっとタイにいる期間多くなってるかな。コーヒーの修行に行ったりとか、そういった関係も含めてややタイにいる期間が長かったりもしますが、ポップアップイベントの準備とかで日本にいる期間もほんとその時々によって変わってきますね。続いて、日本いる時は何してるんですか。日本いる時はですね、そうだな、こういったもちろん YouTube 撮影してますし、ポップアップイベントの準備でしょ。ショート動画の撮影もそうだし、あとは普段僕のこの古着のビジネスをお手伝いしていただいている方との挨拶とかね、そういったことかな。あとは、茨城県の仲間たちと、ミーティングしたりとか、結構やること多いですね。タイにいる時はタイにいる時でそっちでしかやれないことをやりますし、日本にいる時は日本にいる時で日本にいる時しかやれないことをやってる感じです。やっぱ、撮影とかタイでやるのも面白いんだけど、日本にいる時は僕はメゾン建北この建物めっちゃ好きで、撮影する時すごい気分上がるんで、ここでの撮影は僕好きですね。楽しいです。続いて、1回の買い付け大体いくらぐらい日本円使う感じですか。そうですね、夏物冬物で結構バラバラかなって感じですが、大体30から60万円ぐらいの間ですね。もしかしたら少ないって思われる方も多いと思います。ただ僕結構こまめに行ってるっていうところもあって、1回の買い付け金額は大体それくらいですね。半年に1回とか同じような古着仕入れの動画上げてる方だったら100万とか300万とか1回で用意して仕入れるっていう方々も見かけますので、そういう方はすごいなって僕思います。やっぱ1回で、しかも1週間とかでそれだけ買うってなると、相当根気とハードスケジュール組んで根気詰めてやってんだろうなっていう、すごいね、尊敬しますね。僕は僕なりのマイペースにね、そして楽しく仕入れを続けてるって感じです。はい、じゃあ続いていきましょうか。木川さん、茨城出身なんですか。はい、違います。
僕は埼玉県川口市ってとこ出身でして、今ちょうど1年前ぐらいにこの茨城県の日立市の方に引っ越してきました。茨城県の北の地域で、ビジネスをこうやりたいなと思ってこっちに訪れてきました。県北の地域を盛り上げようと、僕のこのはるばるというお店で盛り上げていこうと頑張ってますので、応援よろしくお願いします。次、なぜコーヒーと古着の組み合わせなんですか？そうですね、まず大きな理由としては、僕がコーヒーも好きだし古着も好きだから、両方好きだからっていうのがありますが、そんな自分勝手な理由だけではもちろんありません。僕がお客さんの立場になって考えた時、僕としてはですよ、コーヒーもメインだし古着もメインなんですよ。意外に思われる方もいらっしゃると思います。僕のチャンネル古着メインで上げてるので、あ、そうなんだって今気づいた方もいらっしゃるかと思うんですが、僕的にはそうです。なぜかというとですね、例えば今回のポップアップイベント、1階をカフェ2階を古着っていう形で、行います。こういったレイアウトにしたい理由としては、カフェメインで来る方いれば古着メインで来る方もいるかなっていうところですね。でもしカフェメインで来るよって方で、僕にとってのカフェって仕事する場所なんですよ。だから長時間いることが前提なんですね。普通のカフェって立って何かできないじゃないですか。狭いし人目につくし、立ってストレッチとかしてたら明らかに変質者って思われちゃうじゃん。でこの間僕原宿のドトールで仕事してたんですけど、大体そうだ4時間ぐらいいたのかな。その間立ちたいみたいな、立ちたいけど狭いし人いっぱいいるし立てないなっていう、トイレ行くぐらいしか立つ機会がなくて、分かりやすい例で言うと飛行機をイメージしていただくと分かるんだけど、飛行機の中って立ってストレッチとかなかなかしづらいじゃないですか。僕からしたらカフェっていうのは仕事をする場所じゃあ、そんなね、もし立ちたいなって思った時とか、仮に古着屋さんが併設してあったら最高じゃないですか。古着を見る体でさ、例えばね立ってね下の裾を見ながら屈伸したりね、脇を見ながら自分の脇腹伸ばしたりね、ストレッチできたりするじゃんいやそういう感じで、カフェで最大限集中するために、古着を使ってもらっても僕はいいのかなって思う。そういう意味でコーヒーがメインでもある。逆に分かりやすい例で言うと、TSUTAYA書店とか本を読みながらコーヒーを飲めるみたいな、そういう場所あるよね。そういうところってさ、すごいスペース広いからカフェ利用しながら立って本を取ってきて読むみたいな。だからあそこって結構自由に移動もできるし、すごい快適な場所かなっていう感じだと思うの。それをイメージしていただいたら分かると思う。それの古着版めっちゃよくない？で、逆に古着がメインでっていう考えた時よ、古着見てたらやっぱり飲み物欲しくなるじゃん。古着見るのってすごい時間かかるので、僕普段もマーケットで仕入れしてる時ってやっぱ飲み物欲しいなって思う瞬間いつもあって、コーヒー飲みたいなってやっぱいつも思うわけよ。一着一着見ていかなきゃいけないから時間かかるし、それが楽しいんだけど、疲れたっていう理由で古着を見ることができない、体力が原因でやめざるを得ないみたいなのってすごいもったいないな、悲しいって思うから、そういった理由で古着を最大限楽しむためにカフェも併設したいなっていう、そういう思いがあります。実際の体験として、いつもタイで仕入れしてる時に一つだけ、あるお店だけ仕入れしてる時にコーヒー買ってきてくれるお店があるの。それは以前動画で紹介したんだけど、チャトチャックマーケットのデンっていうかっこいいお兄ちゃんがいるお店なんだけど、あそこで仕入れする時だけいつもコーヒーいるみたいな感じで聞いてきてくれて、無料でサービスしてくれるわけよ。それがめっちゃ嬉しくて、だからやっぱ僕も古着をね見に来てくれる方に、そういったサービスしてあげられたら喜んでくれるんじゃないかなって思ってます。そういった理由から古着をご購入していただける方はドリンク分はお値引きさせていただきますので、その辺も特徴の一つになるのかなって思ってます。じゃあ続いての質問、
古着がメインじゃないんですか？いや、そうなんですよ。先ほども伝えた通り、僕にとっては古着がメインでもあるし、コーヒーもメインで、ありがたいことにね、コメントでいただいたのはすごくいつも楽しく拝見しております。コーヒーには全く興味ないですが、古着すごく面白いのでこれからも応援してますみたいな、すごく素直で率直なコメントをいただいたことが実はあるんですよ。それはね、全然嬉しいんでいいんですけど、僕にとってはコーヒーもやっぱりメインの一つであります。だからこそコーヒーの動画もたまに、上げさせてもらってます。あんまりね、僕のチャンネルはやっぱり古着好きの方が見てくれるので、そういう方にとってはあんまり興味がないコンテンツになっちゃうのかもしれないですけど、あまり興味の、ないコンテンツだからこそ上げる意味とか価値っていう薄いんじゃないかなって思う部分は確かにちょっとだけあるんですが、僕としてはですね、そのコーヒーの動画を見ていただいた方に届けたいこととしてはですね、古着仕入れの動画を上げてるのと一緒で、コーヒーも、今自分が飲んでる一杯がどんなルーツでどんな方が作っていて、どんな形でこの一杯になってるのかっていうところを知ることによって、より価値のある一杯になるっていうところを感じてほしい、そういった意味を込めて僕は動画上げてます。古着仕入れの動画も結局仕入れの姿を上げてるのって、もしね、ご購入していただいた方にはその一着が、こういったルーツで僕がねそういった方から譲り受けて、それを、今この手元にあるんだっていう、なんかそういった見えない重みみたいなのを僕は感じてほしいなっていうところで動画を上げてますので、もしね、僕のコーヒーが飲む機会がありましたら、是非コーヒーの動画もちょっと見ていただけたら嬉しいです。以上、視聴者様からいただいた質問に答えてきました。はい、こういった質問回答は定期的に行っていきたいなと思いますので、 YouTube のコメントでももちろん、Instagram では DM でもいつでも質問コメントとお待ちしてます。Instagram のストーリーの方で質問募集などもしてるので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。最後少しだけ告知させてください。10月の12、13の土曜日、日曜日でですね、メゾン建北という場所でポップアップイベントを開催します。僕のファーストポップアップイベントになってます。普段ご覧になっている動画の中で出てくる古着たちが当日こちらにね並びますので、ぜひ興味ある方お越しいただけたら嬉しいです。当日は店頭でお待ちしております。よろしくお願いします。というわけで、この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録者数1万人目指して頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。バイバーイ。